こんにちは。こんにちは、どうも。よろしくお願いします。お願いします。今日はね、はい。昨日からものすごく風が吹いてて、うんうん。台風の6号さんが来てたんですけど、うん。もう今はね、もうすっかりもう台風一過で、もうすげえ晴れてて、うん。羨ましい。なんかそよ風です、今。ううん。ん。こっなんで、ちは天気うん。悪いんですよ。あ、そうでしうん。ょう。でね、昨日、まあ今日晴れたので、ちょっと買い物行こううんうん。と思って、うん。で、行ったらですね、途中で木がすげえ折れてましたね。結構たくさん。俺、今、見かけたのはね、3本、4、5本ぐらい折れてたかな。おー。でも、普通に車とか通ってました？車道には出てなかったので。おー、そううん。なんだ。うん。うーだから、ん。那覇の方では相当なんかこう、ね、報道されてましたけうん、ど、うん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 、でね、やっぱり、沖縄だなと思うのは、沖縄って周りうん。全部海じゃないですか。うん、うん、台風とかああいう強い風で流れてくる雨っていうのは塩水なんですよ。うん、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 だからね、ほとんどその塩害ってね、あるじゃうん、ないですか。うん、うん、あれがね、すごいんですよ。うん。うなん。うーので、ん。もう、ガソリンも入れてたんですけど、スうん。タンドでものすごい長蛇の列の洗車待ちがありましたね。おー、汚れちゃってるから車が。まあ、見た目は全然いいんですけど、やっぱり塩うかかってるのん。で、あああ、の、傷むね。傷む。うん。沖縄の車って結構屋根とか、ボンネットとか、うん、うん、サビサビの車が多いんですよね。うん、うん、うん、うん。前のその、1個前の5号、2号さんも、うん。結構屋根ボロボロになりましたから。私、浜松に住んでた時がうん。そういう感じでした。海ああ、沿いの家とか、うん。車は結構引いちゃうぐらい、こんななのね。みたいな。そうそうそううそう。だん。からね、結構それをね、もう沖縄の方々皆さん分かってらっしゃるのうで、ん。洗車、だから俺もちょっとね、近々洗車しないとなとは思ってるんですけど、うまあん。夜中だったらね、24時うん、間やってるうん、うん。スタンド行けば、うまあ、ん。街も少ないので、そんな感じにしますけど、うん。もうやっまあ、ぱり出来たての太陽、出来たての太陽じゃないよ。出来たての台風だから、やっぱりね、仙台にいる、今でもやっぱり思い出しますけど、初めてうん。沖縄で台風にうん。直面した時、いや、こんな風強いのすげえなと思いましたもん。だってあれでしょ？停電が普通にあ、結構、そう。ね、昨日もね、10回ぐらい停電してた。10回10回停電すんのもう、規模感が。ここの部屋のリモコン、部屋の電気って基はい。本オンのままで、リモコンでピッピッピッってつけるうん。と、基本オンのままだから停電復旧すると、こうこうと明るくなるんですよね。うん。うん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 。夜中とかに明るいってなっちゃ今みたいな。う。で、パソコンとかも充電し始めた時にファンって音がでかいのが鳴るので、ういっつって、10回っす。数えてましたから、俺。いやー、まあでも、これをちょっとしたネタみたいに話せる幸せ。まあね、う被害あったん。のかな、被害っていうか、その人的被害はなかったかなわかんないですけうど、俺、ん。でね、もその倒うん。木っていうか、木が倒れたやつも自分がもし何か被害に遭ってたら笑って話せないのでよかったなと思って。うちのね、その向かいの大家さんの家って、今もううん、壊しちゃったうん、んですけど、建て替えのために。彼のところも結局倒木というか木がブワー飛んできうて、ん、部屋にドーンって、うん、ガラス突き破ってうん、行っちゃったんですよね。うん、うん、うん、うん。それが立て続けにあって、もうここに住めないって言っても住んでないんですけど、っておー。いうその経緯があるので、やっぱり、う彼は、ん、台風に対する恐怖感っていうのはすごく強くて、佐藤さんうもこれやっといた方がいいん、よっていうね。うん、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 うん。うん。へえ、そうなんだ。そんそうな、そんなよしですが、そんなよしです。どんなよし。そんなよしですが、最近、はい。あの、本格的にお、ツールのプロモーお、ションを始めたというのを小耳に挟みました。その話をさせていただけるのは嬉しいですね。はい。前回ね、もう全部コラムっていう欄を全部書きました。じゃあ次はプロモーションしますっていうのでね。はい。あもう先ほど2時間ぐらいうん。前にそのプロモーションスタートは SNS にね、うん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 。して、あとは反応待ちってことだと思うんですけど、うん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 。なんかね、よく英語ペラペラになりますよとか、うん。
最短何ヶ月で話せる、そういうね、の、もう分かったと。うるせえと。うーん。なんか、中にはね、ひどいのあって、あの、うん。最短1日で喋れるようになる。なわけねえじゃん、おいっていうシーンもあって、そんなの、なんか、引っかかる人いるのかなとか思って。まあでも私からするとですね、短期間で身につけようっていう、精神がすでにちょっと間それはね、違ってるっていうか、ちょっとなんか違うな、ちょっと違うなっていう。でもね、ちょっと近いわけじゃないけど、俺ら日本人ってやっぱり英語分かってるのいっぱい。うん。ただ、やっぱり間違ったらどうしようとか、フレーズ作るまでに時間かかったら会話邪魔しちゃって、なんか沈黙させて私のためになんか他の人黙らせるのも申し訳ないとか、うそうん。いう思いの方が強いんですよね。うん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 。だったら自分が知ってる英語を5秒かかって喋れたらもう会話ではもう使えないですから。うんうギリギリん1秒でしょうね。ギリギうリ1秒でん。作れるためのトレーニングっていうのをやれば、ちょっとやればできるようになるの。うんうんうっていう、んうんそこのね、思いをね、黙ってしまう人をね、一人でも減らしたいっていう思うんいうんうんで、あのツール作ってたので、うんそのあたりうんをこう、プロモーションとして、う文言として出ん。してますね。うん。日本人のマインドをちょっそう。といい感じに。俺もだってそうだったし、やっぱりう生徒さんん。と接してると、やっぱりそういう人が多いわけですよ。うん。なので、そこをやっぱりこう改善できる術を知っちゃったので、俺もね。うんうんこんな大きいこと言ってうんますけども。うん。そこをね、形にしてるのがなるほどイングリッシュなので、うん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 そういう思いを前面に出した、まあ、広告というか、うんうんうん出ます。うんうん。うんまあ、興味あったらね、SNS ひっくり返していただければ出てきまうんすから。嬉しいです。うんうん楽しみですね。いや、それにしてもさ、うん SNS って面白いなって思うのは、うん台風6号の、情報を、うんうんうん X だけでね、うん自分の個人アカウントで出したんですよ。動画付きで。うんうんまあ、こういう状態なんですね。うんうんそしたら閲覧数1万6000とか言ってて、みんないいねの検数は索してる。10、うん、いいねの数は11とかなんですよ。だから、コンバージョン率超低いんですけど。うん、確かに。うん、でもね、なんか、そういうなんか、いや、そういうの面白いなと思って、うん、どこで見てくれでもやっぱてるのかな。り今報道がすごい過剰にされてるから、やっぱうん。気になってみんなちょっとした隙間時間で調べてるんでしょうね。タグ付け台風6号ってだけタグ付けしたんうです。ん、うん、ここかなってとこですよね。うん。多分最新順とかで見てて、うん。どうなんですかね。ああいうのが、だるま式に観覧がピッと上がると表示されやすくなって、かもしれない。またわかんない。アみんながルゴリズム。見てみたいな感じかな。で、俺個人アカウントでやっちゃったんですけど、55のアカウントでやってくれうばよかった。んうん。ねえ、プロモーションできたね。閲覧数だけでそのプロフィールの方に来ていただければ、何これってなるうん、可能性。うん、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 うん。まあ、個人の方もまあ、口語英語会話の話はしてますけども、プロうフィールで。ん、う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 ん、まあ、うん。そんなことで。近況で。ゆみさんの近況は？私の近況ね、二つあるんですよ。はい。一つはちょっとお楽しみにって感じなんですけど、いつのお楽しみなんですか？また来週。来週かい。で、そうそう、忘れる。こういうことやったよっていう、ああ、で、忘れるっていうパターンね。忘れないんです、絶対これは。うん。そう。はい。一個は、私、数週間前に血液検査を受けたんですよ。おお、なんで？それがね、栄養解析み栄養たいな解析。感じ。うん。まあ、その栄養に関しては非常に気使ってるユミさんですから、うん。結構いい結果だったんじゃないですか、じゃそれまだ今日受け取りに行くかあ。ああ、そういうこらと。知らないんですけど。うん。そう、なんか後から知ったんですけど、なんかちょっとそれ、今トレンドっぽいですけど、なんか栄養解析というか、普通の血液検査、一般的なうん。血液検査プラス、体内の栄養のバランスが見れるような項目を追加してうん。検査に出すっていうものなんですけど、できてすごいいろいろわかるんだね、じゃあ。そう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 。ね。そうなんですよ。なんか私の場合は、なんだろうな、ビタミン系とかタンパク質系とか、はい。そういうのだったりとか、血液の中でもフェリチンとか、ヘモグロビン以外の、要素があるんですけど、そういうのを調べたりとうかっていうのがセッん。トになってるやつはい。を、受けたので、その結果、まあ今日かな。今日出てるので、うん。取りに行けばあるって感じです。
うん。どういう結果として出てくる、まあ、お医者さんと話して、あなたはこうした方がいいですよって問診付きなんですか、それは。問診付き。で、問診付き。基本的に、まあ、内科で検査するんですけど、内科の先生は平均値っていうのが決められてて、そこからはみ出てなかったら何も言わないんですよ。だうん。けど、まあ、例えば、トレーニングジムの方とか、あとうん。私がこう通ってるような歯医者さんとかだと栄養解析やってくださるんですけど、うん。そういうところで解析していただくと全く違う結果が出ます。個人差があるからね。平均値だけでは語れないっていうのがあるからじゃないですか、そう、それ。その平均の枠に入ってるからって言っても、ここはこれぐらいの数値がいいよとか、うん。なんか全体のバランスを見うん。て、アでしょうね。ドバイスをくださるっていうはい。場所が他にあるので、うん。まあ内科の先生はあまり当てにしてないっていうか それは自由診療ですか？保険適用？全然もう保険適用です。ええ、そうなんうんだ。うん。そうなんですよ。そうそう。それ、まあ以前、歯医者さんの、勧めで5年くらい前に受けたんですけど、6うん。年かな。その時はまだ4読 ?3 読 ?5 何読？も読んどく 何もやってないですね。やってない。やってないし、なんか血液検査の結果を持って歯医者さんに持って行った時にいろいろこうなんかアドバイスっていうか結構チクチク言われたんですけど、なんかその意味がわかんないっていうかなんか何がいけないのかなみたいな。うん。平均値内に入ってるしとかって思ってたんですけど、あ、でもまあ最近は先生が以前指摘してきた部分っていうのは自分ではできるようになったので、うん。まあ、私は食事を本格的に飼い始めて1年半ぐらい経っはい。て、まあ、この1ヶ月ぐらいでさらにちょっとまた変えたので、うん。それがどれぐらい結果としてうん。出てるのかな、みたいなのを、あの、なんだろうっけ、うーん、自分なりには改善したつもりだけど、やっぱりその我流でやってるっていうことは確かなので、はい。それが一体どんな結果になってるのかみたいな。でも内科っつったって、歯医者さんっつったって、その栄養学っていうのをうん。本格的にこの学んでるかどうかっていうのにも差はあるですよね、だって。そうそうそう、そう。なうん。ので、私は聞ける場所が2箇所プラス AI があるので、いろんなうん。とこで聞いてみて、なんかどんなアドバイスと意見がもらえるのかな、みたいなのを比確かに。較していこうかなと思ってます。いいと思う、いいと思う。やっぱりうセカンドオん。ピニオンってよく言いますけど、そうそうそうそ会社関う。う係の仕ん。事した俺にとうん、ってね、うん、言わせていただくと、本当にね、まあごめんなさいね。ピンキリ。すごいうピンキリです。お医ん、者さんって。やっうん、うん、ぱりね、同じ医療を学んでる。まあ特に俺の場合は歯医者さんね。歯医者のうん、うん、医療を学んでる人でも、やっぱり、実践となると、うもう、ん、全然違うと思いますね。うん、なんでその治療方針するのあなたって、今となってはね、俺のうん、知識うん、があっうん、た上では、そのお医者、歯医者さんにアドバイスする立場の仕事をしてたので、うん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 、治療方針ねえべっていうのはね、うん、元部長にあるさ、俺言ったことあるかな、元部長に3つあるんですよ、歯医者さん。うん。全滅ですね。うん。あ、それ全、話聞いたかも。うん、もう超全滅。お袋を連れてっコて、テンパンに言ってた。うん。お袋連れてって、その治療方針聞いて、はーいって、うん。で、いや、こういう治療方針っていうの、受付の人と話をしてたら、院長先生出てきて、うん。で、院長先生に、こういうふうにした方がいい、本来よくないですかっつって。うん。それって、ただ単に保険点数をうん。むしり取るだけの治療方針って、そういうふうに感じちゃうんですけど、どうですかって言っちゃったね。そんなことはないですって言ってましたけど、いや、そんなことありますね、つって。あるから向きになってんだろうみたいな。そうなの。まあね、でもこういう患者とかはね、ダメ。もうモンスターペアレンツみたいなもんだから。本まあ当に。でもね、真髄ですから、真髄をついてますから。でも80代の女性の歯をさ、抜きましょうって言ってんだから、うーおバカじゃん。ないの、君は、と。うそれやらん。なくても、こうやって、こうやって、こうやったら、普通に対応できるんじゃないですかね、つったら、はあ、そういう方法もありますが、みたいなこと言って、あるんだったらやれよ。まあ、歯医者さんも災難だけど、災多分難って、いや、でもまあね、よしが来ちゃったからね。そうでもまあ、わかるの。やっぱりうん一つ一つの、もう二度と来ないかもしれない患者さんですから、やっぱりできるだけうね、取ったん。方がいいっていう考えもわかりますよ、それは。うん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 。
そのこういう、災難っていうのは、その正論をぶつけられて、わかってるわかってる。痛いほど疲れたっそういうこと、ていう、そういうことです。かわいそうな歯医者さん。俺イコール災難だから。本当に。そんなの悪いふうに捉えないでください。いや、だってひどいんだぜ。もうこの話してもしょうがないから。いつのエピソードかわかんないですけど、その具体的な話なんかしてましたよ、さ。出たでしょそう、同じ話してると思う。うん。うん。そうそうそう。まあ、歯医者さん、やぶが多いよねっていう話でまとまりましたよ、その時は。やぶがお、いや、それね、そんなこと俺言った俺。私が多分言いました。あ、そう。やぶうん。はね、本当に一部です。すごく一部。う本当に一生懸ん。命取り組んでる方も本当に多いので、やっぱり、う絶対ん。やらないとコンビニよりも多いっていう歯医者さんの中では生き残れないので、やっぱうりここ込めん。た医療をやってるところにやっぱり人は集中していくので、あと最近は審美がちょっとトレンドなので、それでお金儲けに走ってる審美治療、セラミああ、ックとかの審美はいはいはい。の方がトレンドですごい儲うん。かるじゃないですか。だそうでから、すね。どうしてもお金に走ってる方が多いのかなっていうのうは、ん。私話聞いたりとかして、それはちょっと思ってます。あとね、ちょっとこれ、もし審美治療、歯の矯正だったりとうか、あん。とは、ジルコニア的なものうとか、ん。ものを入れたいって思ってる方、ぜひね、これは参考にしていただきたういんですけど、ん。先生が、その歯を作る、ううん、ん。歯を作るところのことをね、なんだっけな、歯科衛生じゃなくて、いし歯科うん。技法、歯科技うん。工士っていうのが、そういう会うん。社を持ってやってるところが多いんですよ。うん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 。そこの先生が実際に歯を作るっていうのってあんまり少ないと思うんですよね。うん。外注に出して歯科技工外所っていう。注ですね。うん。うん。で、その外注先がうまいかどうかなんですよ、う結局。ん。私もそう思います。そうね、なのでそこをね、ちょっとやるんだったら、本当下手くそなところ、外注先持ってると本当やばいので、うん。うん。あのそこはね、ちょっと、一生もんだから、そのう歯が。ん。ニコって笑って、綺麗な歯だねって、うなんかそれがん。偽物の歯だろ、これって思われたら、せっかうく何十万もん。するので、やっうん。うん。うん。ぱりね、そこはね、あのうん。そこも見るポイントだと思いますよ。うん。そうですね。どっかの段階までいかないと、その、腕はわかんないっていうのはそう正腕わかん直ありますけど。ないしね。あうとは、ん。その歯科技工所がどれだけ腕がいいかっていうのも、どうやって調べるのってところでそう、ね。出来上がってこないと正直わかんないですよね。うん。でも基本的にその審美治療って、やり直しとかは結構保証内で何回でもやってうん。うん。るところ多いそので、う思います。うん。そういうのもね、ちゃんとあらかじめ調べた上でのうね、ん。検討っていう方がいいと思いますね。うん。せっかくお金かけてやるんだから。そうです、そうです。うん。うん。あと、入れ歯作るとき。入れ歯うん。作るときもね、ちょっと細かい話なんですけど、入れ歯って上の、例えば上の、なんていうの、顎うん。底っていうんですけど、うん。上の、ここにこうピタってくっつけるじゃないですか。うん。うん。そういればじゃなくてもね。ピタっうん。てくっつけた時の、その奥の方の、ベロを一番ずーっと最後まで、って R の口をね、R のベロにしたうん。うん。時に、うん。一番最後に最後まで行くところってあるんですよ。うん。ちょうどその顎底が柔らかくなるところね。うん。そこも、入れ歯の章って、床って書いて章って言うんですけど、そこまで行っちゃうと喋りにくくてしょうがないんですよ。そうなんだ。うん。だからうちょっと名前出してん。申し訳ないんですけど、黒柳徹子さんとうビートたけしん。さんは、まあ多分入れ歯を年齢的にうん。も使ってると思うんですけど、多分そこね、下手くそだと思う。下手くそなうその歯医者さんにやってもん。うん。らってるから、うん。うん。喋りにくそうじゃないですか、彼ら。なんか、黒柳徹子さんは、滑舌悪くなってる。悪くなってるのはうん。多分そのせいです。う技工所でん。働いてる人で、入れ歯担当の人だったらすぐわかる、あれ。だかうん。らそういうこともあるので、もう今現在喋りにくいんだったら、その章ってね、削ることができるので、歯う医者さん。ん。うで、ん。相談すると喋りにくさっていうのはね、消えるはずなので、もしこれう聞いてて、入れん。歯の方とかはね、うん。うん。そういう問題があるんだったら、そういう、うん。聞いてみてもいいかもしれないうん。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 と思います。ですね。うん。そんな、そう、一個はその血液検査。で、血液検査ね。はい、ごめんなさい、俺ばっかり喋って。すいません。もう一個は、言っちゃうの何。言っちゃうもう一個の言っちゃう。すぐ終わるんで。あ、紹介だけって感じで。詳細はまた来週じゃなくて。言っちゃう。血液検査を受けましたっていうのうん。と、はいはいはい。あと、最近ちょっと断捨離を始めました。
あ、そうん。う。でも、ユミさんの断捨離ってさ、相当覚悟しないと断捨離できないでしょ？で、そのね、断捨離っていうのなんか、ドーンっていう感じじゃないんですよ。ちょっと物を減らすぐらいの軽い感じで。あ、そう。そうか。断捨離っていうから、ほら。だってユミさんってほら、在庫とかね、カゴに作ったやつとか、あとはそうそう生地とそうそうそかいっぱいあるわけじゃないですう。か。うん。もう使わないだろうなって言っても、こればっかりはわかんないですからね。そう、私は、多分その、いわゆるミニマリストっていうのは、多分無理なんですよ。そう。職業的にもちょあ、まあ、っと職業的にそうだね。そうだね。確か難しいと思うんですけど、なんか断捨離、ぼーっとしてるとどんどん物が増えちゃう職業なので、に。うん。なんか定期的に断捨離をして一定の量を保つっていうのをやらないと多分どん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 マキシマリストみたいになっちゃうので、在庫増えあの、てったら、場所も限定されてるわけですからね。そうですね。広いんですけど限定されてるし、あと自分自身が、全然私マキシマリストの方を否定するとかないんですけど、うん。自分自身がある一定の量を超えるとすごい不快に感じるタイプあ、なのそう。で、はい。そう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 。うん。なので、ちょっと自分が心地いいと感じる、そうん。の物の量とかをちょっと様子を見ながら、うん。ちょっと増えすぎたものを減らすみたいな感じで。今はどうなんですか？ユミさんの気持ちとしては、不快になっうん。なってる。そうなんだ。じゃあうん。やった方がいいね。そうか。そう。ちょっと増えすぎたな、いろいろと思って。具体的には、どういうものを、記事とかもやってます？捨てちゃう？記事もちょっとずつやってる。うあ、そう。ん。自分の作なんか、品は？ん自分の作品。作品というか、私のうん。場合は、形の見本として取っておくトワルっていうもはいはい。のがあるんですけど、トワルが大量に増えてくんですよ。あえの、受注会シーズンになると、うん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 。あの、試し布の試し作品っていうのを作るんですけど、うん形を見るために。うん。それがドカッと増えるんですよね。はい。なんだけど、過去のトワルも、形の見本として必要なので、捨てられないものがあって、なんだけど、一定期間経ったら、ちょっと見直して、これは処分してもいいかなとかいう感じで、ちょっと処分したりとか、そそれっういう、て洋服完成版として取っておくべきなのか、型紙として取っておくってことはできないんですか？型紙として取っといてあっても、あれ、うん。この服ってどういうシルエットだったっけとか、あのシルエットをこうやってアレンジしたいなっていう時に物があった方が早い。まあそうですよね。うん。あとは疑問に思うのは、それは売れないんですか？売れないです。なぜ？思いがあるきからじゃなくて。着れない状態だかあ、ら。着れない大丈夫。あ、それだったらしょうがないですよね。で、ほら、そオンライン、ショッピングのサう。イトもうん。もう構築ほとんどされてるわけじゃないですうか。ん。そこに出せばいいのになと思ったんですけど、それはちょっと甘かったんですね、俺の考えが。そうなんです。ちょっとね、売り物にはちょっとできないですそっか。でね。もそうすると、断う捨離の対ん。象にするのも、ちょっとなんか違う気がしてきますね、それって。そうだ、基本的に仕事場にあるものっていうのが、その思いが入ってるものがうん。結構あったりとか、まあ、あと、本当に細かい話を言うと、この着物リメイク用に買おうって言って仕入れまうん。した。で、ほどいて、洗って、乾かして、アイロンして、やっと材料になるんですよ。はい。なんですけど、洗濯のところまで行ったら、もう色が出すぎて、これ服にできないって、色が出すぎるっていうのはどういう意味ですか？あの、うーん、色の濃い着物によくあるんですけど、はい。その手洗いしてこうやって水につけたら色がブワーって出てきちゃって、ああ、も何回う、洗っても同じ色が出る。色落ちってことですね。そうです。ああ、そういうまだ、のは洋服にしても、ちょっと管理できないっていうか、クレームになっちゃいますし、普通にうん、そうです。困るので、洋服にはできないんですよ。なんかそういうのをせっかく仕入れたけど、これどうするみたいな。まあ、でもそれは断捨離の対象になっちゃうですよねってことですよね。そうん。だってそれ、しょうがないもん。製品にもできないし、う。ん。雑巾ぐらいか。ああ、そうですね。そう。シルク100の雑巾。かっこいい。シルク100の雑巾。そう、なんかね、うん。そういうのとかがあったりとか、
なんだろうな、リメイクにこれ使えるよねと思って取っといてある歯切れみたいなものとかね。なんか多そう。それは多そうっすね。そう。本当にそういうのがいっぱいあって、あとは職業柄いただき物が多くて、うん。まあどこかで出た不要品だけどいるって言われて、あ、使う使うって。なんか、物が増える人の、あれじゃないですか、マインドじゃないですか、それ。そう、でも実際それがね、肥やしになってる部分があるんでね。私それが、そういういただき物もあってるから、まあ糸とか、うん。あの、買ってないとは言わないですけど、かなり助かってるんですよね。なるほどね。普通の人が仕入れて始めるところを、まあ、0円スタート的な感じでできうん。てたこともあるし、まさに技術屋さんですね。技術だけあれば食っていけるっていうさ。まあ、最初の本当に20代の、私が本当にそういう事業を始めた頃は、そういういただき物がなんかすごく多くて、うん。で、それが後々生きてきたっていう感じで、いただいた時は全然もうなんか手に余るっていうんですかね。それでうん。使いこなせなかったんですけど、あ、なんか今更使えるみたいなことが出てきうん。たりとか。だからそれはもう、ユミさんのうん。経験値が上がったっていう証明ですよね、それってね。そうなんで、まあ、いただき物があるたびに、その中でも見極めて断捨離はしなきゃいけないなとは思うんですけど、なんかそれをちょっとずつやってるというか、なるほど。まあ、もらってすぐよりは、ちょっと期間が経ってから、みたいな感じで。よく言われるのは、まあ、もうユミさんにはこれ適用されないけど、うん。1年間、1あ、年前にうん。ね、1回も触ってないんだったら、もううそれはやん。めよっていうことなわけですよね。あるある。ありうんますよあね。る。そう、そういうのでね、型紙とかも処分するかどうかとかいろいろね、いろいろ型あるんですけど。紙はまあ流行り廃りがあって、でも12年周期でね、また流行りがやってくるってなると、12年前、12年間触ってないけど、これいいじゃんってありそうだし。そういうのもある。まあでも型紙は正直ちょっと処分はできなくって、ほう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 。まあ処分するなら資材とかかな、生地とか資材系は、ああ。まあ回していくっていうか、処分ありかなって思います。型紙もちょっとね、このエピソードじゃないところでお話ししてましたけども、型紙ってデジタル化できるんだったら、それはそれでいいですよねってあ、いうところはそう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 そありますね。う。そうなんですよね。まあ、どこかで型紙の多分頭打ちになるんですけど。量がすごいから。そっか。うん。デジタルで思いましたけど、1年間触ってないってなると、今ね、イラストレーターの方かな、プログラうん。ムなんですね。イラストレーター、フォうん。トショップの。うん。イラストレーターおそらくね、もう1年触ってないんですよ、俺。うーん。で、うん。フォトショップも他の仕事では、ウェブページ作るときとかには、もう相当使いましたけど、うん。半年ぐらいフォトショップも使ってないと思うんですよ。うん。そろそろアドビの契約切ろうかなと思ってて。もうなんか AI が普及したから、ヨスさんの場合はあそうれいらないってそう 感じ？ AI で、まあ先ほどね、ちょっとおう話をん。したそのチラシみたいなものも うん。AI できちゃうので、うん。うん。ちょっとそろそろ、まあ、俺の場合そのアカデミックバージョンっていうのを使ってるので、うん。通常はうん。7000、8000ぐらいするらしいんですけど、うん。うん。うん。これ4000円ぐらいで使ってるのうで、ん。うん。なので、まあでも4000円でもね、毎月4000円が1年間だったら何？ う 4 万円ん。とか。うそうそうん。そうそだから、う。うちん。ょっとね、旅に出て、どういうふうに転ぶかわかんないじゃないですか。旅できるに出て。だけ減うん。らしたいね。そのいろんなコストをね。出費はね、うん。減らしていかないと、ほら、住所不定無職になるので、いや無職じゃな無い。職じゃないかもだけど。でやっぱりね、その、根なし草的なところで、やっぱり出費はね、ない方がいいと思ってて、ちょっとそろそろやうめようかな、なんて思ってますん。けどね。ダウンサイジング。ダウンサイジング。そうですよ、そうですよ。私もダウンサイジングしてるから。チームダウンサイジングで。チームダウンサイジングいいですね。で、俺の場合、ほら、ミニマリストじゃないんですよ、本来は。でも、うん。車の中に入るものじゃないといけないから、ちょっと、ミニマリストにならざるを得ないっていう状う態に。ん。まあ、ヨシさんの場合、いろんな意味でダウンサイジングね。なんか、ランニングコストもだし、そう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 。まあ、物は必然的にもうマジで断捨離っていうか、だってちょっと。パソコンとネット環境あれば生きていけんだもん、俺。まあ、あとはいただき物 T シャツがあれば。そう。だって、そうだね。半年間のその旅をしていた時は、うん。本当に何にもなかったですね。ね。その反動でめっちゃ買ったって言ったから。そう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 。本当にね、洋服とパンツ。
ズボン2本、おー。パソコンうんうん。だけ。しか今も電力、回もじゃあ、電力も使えないから、スマホゲームも一切できないのから。もうそこ、そこ何も寂しい。授業してない時もう何もの、もう電池切れたみたいに動かないんだから、本当に。それはそれでいい気がするけど、なんかデジタルデトックス的な。あ、まあまあまあ、それはうね。うん。ん。でも、ね、いろんな人と毎日お話をするので孤独じゃないっていう、すごいいいう旅だった。これ、ん。癖になるよ、これ。うん。まあ、ある意味そのインプット量が急に増えるってことですね。そうそうそう。うん。まあ、こうん。んな二人のこんな気持ちを、二人の。はい。にではね、じゃあ、今日も始めましょうか、じゃあ。始めましょう、おしゃれアレルギー。はい。さて、この番組は血液検査が楽しみで仕方がないファッションデザイナー、ユビと、本格的に自身が開発したコンテンツをプロモーション開始し、ワクワクドキドキ。不安、ワクワクドキドキプラス不安のよし。不安、不安8、不安、ワクワク。不安8のよし。そんな二人がお送りするカルチャーファッションについて話す番組です。今日はあれでしょ？ファッはい。ションとはでしょ？そうなんです。あ、今度は、うんうん。待って待って。うん。おしゃれっあ、て、そうか、ファッションじゃなくておしゃれか。そう、おしゃれってそもそも何っ何よ。ていう。おしゃうん。れってそもそも何？じゃあ、俺多分言葉、それに対すうん。る思いうん。少ないので、ちょっと俺から言っていいですか？はいはいはい。やっぱりね、でもね、ほら、ユミさんにファッションパーソナルスタイリストうんうでスタイリングしてもらった時が、やっぱり俺一番その最近の中では、の感動がすごかったですね。うん。ん、試着うーん。室で見て、うわ、ちょっとかっこいいじゃん、これ。何ちょっとってあ、いう。そのじゃあ、うん。よし的におしゃれを一番身近に感じた瞬間みたいな。そう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 。で、おしゃれすることによって、まあ俺はね、なんか内面一番だろ、バカ野郎というくらいの気持ちはあったわけですよ。おしゃれか。そっか。まあ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 、おしゃれ。まあ第一印象とかはよくおしゃれの方がいいんだろうなとか思ってましたけど、うんうん。あれはね、内面まで響くっていう、そうーの、感ん。激はありましたね。うん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 で、うんうん。それでね、今、ふっと思ったんですけど、うん。昔東京駅で高田純次さんを見たんですよ、芸能人のね。おー。うんうん。すごくなんかいいスーツをいい感じで着こなして、まあ彼背が高いので、うんうん東京駅スタスタスタって歩いて、マネージャーさんかなんかと歩いてたんですけど、うん。超かっけえと思って。えー。ああいうおじさまになりたいわ。でもずいぶん前の話なので、うーかっん。こいいって思その、いました。かっうん。こいいって思った要素ってどこにあったんでしょうね。もちろんその着ているスーツも、まあ素うん。人目でしかわかんないですけど、結構いいスーツだったと思う。うん。うん。で、そのスーツよりも、立ち振る舞いですね。うーん。歩き方がすごく、まあ、幅広い感じで足がないなっていう感じだったんですけど、うん。うん。うん。スタスタって歩いてて、背筋もピーンとしてて、うん。で今考えると、やっぱりその格好によるっていうのはちょっとあるかなと思いましたね。うーそのスーツ着ん。てやってるから、やっぱ背も背筋も良くなるし、歩き方うん。もかっこよくなるしっていうのは、ちょっと繋がってんじゃないかなっていうのはう思っちゃった。ん。う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 そうそん。うう。もう俺の、おしゃれとは何はこれで終わりです。もうないからね。でも結局なんかあれですよね。服装と中身リンクしてるっていうこと？そう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 、そういうこと、そういううこと。ん。うん。ううん。ん。うん。うん。うん。あとやっぱりその、ユミさんにね、コーディネートしてもらった服着ると、やっぱりもうダラダラしないですもん、あんまり。あ、シュッとしてる？ シュッと、まあ俺の中ではね、シュッとしてると自分では思ってるんだけど、そうなんですよ。気持ちが違うね。うーうん。ん。なんか、ちょっといい感じのところに行こうかなっていう時に、なんか、スタイリングしてくれたうー服で行ん。こうって思いますもんって。うーん。餃子のど汁飛ばされても。う餃子汁飛ばされてもね。そうそうそう。どうって思いながらちょっと登場しますもん、だって。うーん。まあ、自信が持ててるから。そう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 。うん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 。だからあれですよ。これから、旅に出て、うん。飲み会に行って皆さんと写真撮ってイエーイって SNS とか出すと思うんですけども、うんうん。基本あの服だと思う。いつ。で、岐阜県通過したらもう一個増えるから。お、いいね。今は一丁羅だけど、一丁羅、一丁だけ。うん。今は一丁羅だけど、岐阜県通過した後はおー。別バージョンが。あ、
あと夏場のうん。コバルトブルーっぽい T シャツと、あと、うん。カーキ色の半ズボン。うん。あれもね、俺の中ではちょっと、夏場のうん。うん。勝負服ですから、俺の。あ、そっか、あれ、なんかバーベキューとかの時かなんかに そう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 。パターンに2つしかない。何がいや、でも素晴らしい。今日のユミさん、これ今白い T シャツですけど、うん。なんか今ないですかそこ。さっきま紫で着てたやつ。ちこれょっとね、すんげえおしゃれなんで、やっぱりこおしゃれ。れね、かわいいよ。ね。着物なんですよ、これ。かすあ、りの着物を、うん。あの、使ってる。じゃーん。見て。その、俺最近分かってきたぞ。ユミさんうん。の、うん。3つの、2つか。2うん。つのなんかこの特徴が、うん。作る服ね。うん。結構ポッケが多い。あ、そうそう。うん。ポッケ欲しい。あとは、うん。ファスナーが、欲しい。ファスナー欲しい。そう、ファスどの服？ナーとうん。ポッケっていうイメージがありますね。しかもファスナーは結構それをおしゃれのうちの一つのアイテムというか、うにしちゃってる。ーん。っていうのは、俺のこのクソ素人目線ですけなんかいども。いこと言いますね、よしさん。だろなんか私、上から目線。うん。なんか本当そうですよ。う？ 2 年あの、ぐらいね、おしゃれアレルギーってポッドキャストやってるんで、そのぐらい分かってます。ファスナーこだわりがあるんですよ。このなんか丸ね。い。これが。はい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 。で、ちゃんと見せたいし、そう、表に。ファスナーってだって、なんとなくものによっては隠れてるじゃないですか。隠れてる。うん。それをユミさんの場合は出していきますよね。そうそうそう。大事なの。あ、そそのファスナー自体が何がついてるかっていうの大事だから。う。うんうん。戻った、戻った、戻った。もうこれカットしたら急に白い T シャツになるんで。っていうかね、フリーズしてる間のヨシさんの顔がやばかった。また始まったんだべ。まあ、スクちゃんとショしたよ、スクショした。スクショしたうん、ししたた、した、あ、そう、した、やっぱり。した。スクショ、俺の変な顔コレクション、まだあるんうん、ですか？だい削除してない？ぶファイル溜まってるから。そのうち出したらいいの、本当にもう。うん、どっかに出す。そしたら名誉毀損で売ってやってんだから、本当に。名誉毀損。そう、まあ、ということでね、今ちょっとインタはい。ーネット俺の方がね、なんか不安定ですって出たので、俺の方の問題で。そうなんですね。まだ台風の影響がまだ。ここは、いや、全然違うと思う。台風の影響絶対ないからもう。いやいや、フォローしようと思って言ったんだけど。ありがとうございます。ありがとうございます。今のところカットしますしない？切れたとこ？ じゃあところ。吉野変顔を出したいんだけど、どうしあ、よじゃあ、そのままカットしないで、う。俺のはい。変顔、この Spotify のね、ビデオで見れますから、俺の変顔。はい、この公開ってか、この収録中に言うのもあれですけど、先週の吉野部屋に虫が出たやつとかも面白くて編集してないです。すいません、皆さん。もうね、蜂に怯える吉と、だって声も目の前にいたから。プラスなんかいろいろ起こりすぎて、水がこぼれたところに、ってなる吉。ああ、もうビデオ必須じゃないですか、じゃあ。でいいっす。絶対いついや、でか売ってると思う。もあれね、音声で聞いても面白いね。そう絶対いつか訴えてんだから、本当に。いつでもどうぞ。いつでもどうぞ。強気だね。うん、だって名誉毀損って言われてもどこが名誉毀損なのかわかんないじゃない。全然俺に名誉のかけらもねえからね。うん。なんだっけ、ファスナーの話してた。ファスナーの話してた。そうそう、ファスナーは見せたい。見せたいのね。ポッケもポッケですそう、みたいな。ポケットは欲しいんですよ、絶対に。まあ、服着ててポッケあったら便利だからね。そう、あとは自分自身が、こういう行動してるときに、ここにこうしたいなっていうのがなんかイメージであるから、うん。所作を保つためにポケットが必要みたいな。なるほど。うん。俺ちょっと、こう2年ちょっとこのポッドキャストやって思うのは、ユミさんが思うおしゃれっていうのは、機能性っていうのは確実にあるんじゃないって思う。あると思います。うん。もっと概念的なところですか？おしゃれとはっていうのは、問いは。うん。私がどうかってこと？あなた、私が、あなたが。そうそう。私はね、多分その10代とか、その服好きって思い出した頃、そういうパッションを持うん。ち始めた頃は、まあ多分外見的なものだったと思うんですけど、かっこいいみたいな、うん。だったと思うんですけど、まあ少し前のエピソードでお話ししたと思うんですけど、私高校生の時に結構映画にハマってったんですよね。ミニシアター系っていうんですかね。はい。そういうのにハマってって、結構マニアックな映画をいろいろ見て、で、その中で、あの、
江戸川、なんか乱歩地獄っていう映画かながあって、浅野忠信さんが出てまして、その映画は、一本の映画の中に三本ぐらいかな映画はい。がこう組み込まれてる、ちょっと不思議な構成をしてまうん。して、で、浅野忠信さんは、多分超短編の10分くらいの映像作品として参加されてて、はい。で服着てないんですよね。おう。全裸うん。だったんですよ。はい。だけど、まあ、とにかくね、もうかっこいい。本当に。うん。で、その時に、あ、おしゃれって服じゃないんだって、もうなんか分浅野、かっちゃったみたいな。浅野さんの、うん。その、肉体美的なところですか、それは。違いますね。おお、そう。じゃあ、肉体美、何じゃあ。なんかその人がまとってる空気感みたいな。じゃあ、顔の感じ、あの人の顔の感じは俺も好きよ。なんか、渋いというか。渋い。若い時よりやっぱり今だなと思いますね、あの人は。うーん。なんかあ、ね、その空気感、その人がまとってる空気感がもうとにかく、うん。何これわかんない、かっこいい、すごい、かっこいいっていうかなんか魅力がすごいみたいな。思えって、それがなんかおしゃれっていうのは服とかそういう物質的なもんじゃないんだなって思ったことが一つと、もううん。一個も多分映画だけど、はい。まあ、ヨシさんも言ってたように、その人の所作だったりとか、はい。その、なんていうのかな、使ってる言葉。はい。うん。なんかその、洒落た人っていうのは言葉遊びも上手じゃないですうか。ん。そういうところにもやっぱり、まあ、おしゃれだな、みたいなのはやっぱり感じるので、なんか、あくまで洋服っていうのは、その、なんていうのかな、飾るための道具でしかないというか、うん。飾るとはちょっとまた違うかもしれない。表まあ、現がちょっと違おしゃれうかもしれないですに補けど、完するっていうところですかね。感っていうのを補うってこ補完、と。まあ、補うみたいなもん。そう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 。うん。補って完成させる。そうそう。そう。でも本当うん。に洒落た人っていうのは、そういう物質的なものを取っ払うん。ったって言葉はもう自分の体についてるじゃないですか。口があるから。はい。うん。だから別に洋服がなくても、そういうおしゃれさとか、はい。そういうのは、その表現していけるし、所作も自分の体があれば表現できるのうん。で、うん。そのやっぱり、洋服っていうのは本当にその中の一つでしかないっていうか、うん。今の話を聞いてて、俺なんかずっとね、落ち込んでんですよね。え言葉ではその人のおしゃれさとかその雰囲気を醸し出す。俺、いつもうんこちんちんとか話してんじゃん。なんかね、でもなんか、ダメだなって、俺今すげえ猛省してんの、俺今。そうでも、うんヨシさんはこれちょっと言うと本人も恥ずかしいかもしれないですけおい、ど、恥ずかしめをなんか、受けたい。うん。あ、恥ずかしめ、違う違う。なんていうの、ヨシさんのその魅力の一つはうん。言葉だと思ってて、あ、そやっぱりその、英う。うん。語の語彙っていうのがあるから、うん。そのボキャブラリーの幅がすごいあるなと思うし、それは英語の話、それとも日本語での、日本語で喋って日る時に、本語で話してるとき、日本語で話してるときに英語のボキャブラリーってこと？なんていうのなんか、うん。日本語だけの、うん。日本語話者で日本語だけを話す人っていうのは、うん。う日ん。本語の意味しかわからないじゃないですか。うん。だけど、まあ私も含めなんですけど、英語も話せる日本語話者の人っていうのは、うん。一個の単語に対して想像力がすごい幅が広いと思うんですよ。あ、そうん。う。まあ、サピア・ウォーフ仮説だな、それな。うん。何回も言ってますけど、俺。うん。その言語を学ぶと、その文化さえも、その人の中に入ってくる。そう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 。なのうん。で、その、ヨシさんは普通に喋ってるんだけど、なんか 4D みたいな。その 3D、4D みたいな奥行きのある喋り方をしているみたいなことが起きてる。 あらー、あ、そう。やばい。やばい。これ分かってくれる人結構いると思うんだけどな。でもね、その本人が分かってないからさ、ちょっとここはね、分かりたいな、俺、それ。人はほら、そのいい部分をこう伸ばしたくなる欲望があるから、そういうところを伸ばしたい。その、なんか自分自身も、私もその、日本語話者だけど、2言語、3言語、4言語ぐらい分かっ
知ってる人だからこそ、なんか、やすさんが喋ってるのがそういう風に聞こえるっていうのはあるとは思うんですけああ、ど、そっかそっか。うん。相手もよるんそう、だ。相手にもよるとは思います。そっかそっかそっか。うん。その人も英語話せる人だったら、そういう関心事は出るかもしれないけど、っていうことね。うん。うん、そういった面も一つだし、うん。言葉、その他の面で言うと、海外の文化を言語を学びながら同時進行で海外の文化も吸収してるから、うんうんだから、喋るテンポとか内容とか言い回しとかが、もう日本人とはちょっと違う。うん。うん。そっか。そうそうそう。だから、なんかなんだろうな、知り合った最初の頃は、なんかヨッさんって、すごい外国人みたいだなって思うところと、何急にめっちゃおっさんじゃんって思うところの差がめちゃくちゃ激しい人だなって思っそう。て、でも、外国人みたいって言われるのはね、所作とかで言われる時がありますね。そう動きそうそう。が外国人とか言われることありますから。そうそう。で、かと思いきや、そこはなんか昭和の人なんだみたいなところとかもたまうん。に出てあ、くるそから、こはわかるな。うん。そうそうそう。そこのなんかバランスが面白いっていうか魅力みたいな。うん、今日はいい回だね、これ。何後半褒められ始めたから。うん、ちょっと汗かいてきたからそろそろやめてほしいんだけど。そう、でもね、なんかそれがそのおしゃれってうん。なんなのみたいなところにちょっとつながるっていうか。なるほど。うん。おそうしゃれ。実際にはそのおしゃれっていうのは、今っていうのは、ユミさんから見た他人に関するおしゃれでしょ？そこってまだ概念ってところまで行ってるか。そっか。うで、ん。洋服だけのことじゃないってこと、見た目とかのことじゃないってことですね、おしゃれ。そう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 。まあ、あるそっか。意味、服はうん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 。道具だったり、なんだろうね。まあでもツール同じか。道うん。具。うん。かなーって思いますけどね。じゃあ、ちょっとそのうん。ツールっていう言葉で反応させていただくと、うんうん。英語もツールなんですよね。うん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 。そうだね。英語、よく言われるのは、そのを喋れるようになりたい。それはね、勉強すればある程度できるようになるの。うん。でも、うん。その先に何を見つめてるのかっていうのって、うん。結局ね、英語喋れるようになりたいだけどね、やめちゃうのよ。ううん。ん。その先に見えてるものっていうのを明確に思って、だうん。から英語が喋れるようになりたい。ツールとして使いたい。っうんうんうんうてん。いうのがやっぱり目標としては持ってもらいたいんですね。生徒さんには。うーん。海外旅行行きたいから英語を話せるようになりたいという方も多いし。うん。うんうんうんそれとなんか似てる感じがしたなと思って。おしゃれっていうのはあくまでもツールであって、うん。何かを目的を果たすための道具として考えると、人によっておしゃれの理由って違くなっちゃうんでしょうね。うん。確かにそういう風にも確かに使えるね。うん。うん。うんうんそうだよな。うんうん。ユミさんにしてもらったコーディネートの服っていうのは、俺、かっこつけたいためっていう、薄い目的のためですから、あれは。今のところね。うん。薄い。薄い。そう。でもおしゃれという部分が分厚いので、俺が負けちゃうのよね。結局、モチうベーションが、おしゃれをするたん。めのモチベーションが、ほら、捨て心しかないから。もうちょっとね、もうちょっとそれはおしゃれっていうものを、もうちょっとなんか日常でできるようになってきたら、モチベーションも変わってくるんでしょうなとは思いますけどね。うーん。ごめんなさいね。今のところ俺の不埒な考えを、ユミさんに手伝うん。っていただいているということになっちゃってます、今のところ。まあでも、なんだろうな、堅苦しく考えずに自分にうん。自信を持つみたいな。それで多分ね、そこはね、ユミさんは日常としておしゃれっていうものをこうね、なりわいにしてるっていうのがあるので、う軽くん。考えてっていう風なマインドになってるんです。そこがね、自然だから、当たり前のうん。ことだからっていうことね。うん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 。それはだから、おしゃれっていう時にはもう、だから結婚式の二次会に行くぐらいですもん。行くぐらいの気持ちでいつもあの服は着てますよ。うーん。気合が入ってますね。気合が入ってる。だって、この間、しばらく、なんか、しわしわだったんですよね。うん。うん。生地もリネンなので、しわしわうん。うん。になりやすい。うん。で、これ、
明日、明後日着てこうと思って、このシワシワは無理だろうと思って、うん。洗濯しましたからね、わざわざ。おー、素晴らしい。そう洗濯してちょっとシワを伸ばす感じうん、で干うん、うん、して、うん、ちゃんとやって、シワが伸びた状態で着ていきましたから。うん。うん。いいですね。そう。出張行った時には必ずあれを着るしね。素晴らしい。うん。だからもう、まあ、だからおしゃれっていうのは、俺にとっても、ちょっと変えてくれたアイテムではありますな。うーん。そこにね、自信うん。が入ってくるとね、もっといい感じに輝くから。自信が入ってくるって、結局自信を持ちたくて、それを着ている自分は、そこの部分に関しては自信があるってことになるわけじゃないですか。うん。だから、テンポラリーとか一時的なのかもしれないけど、う自信を持ん。ってきてるつもりではありますよ。うんうんうん。うん。でもさ、なんかさっきのさ、言葉の話でさ、あ、俺ってそんな風に見えてるんだって思わなうん、かった？思った。なんかそれが、ちょっとした自信につながるんだったら、うん。なんかね、その服着て出かけるときとかもっと自信持てるんじゃないかなって思ったんだよね。そうか。なんかね、こう自分の行動に関しては、自信があるんです。うん。自信というかどうかは、他の人の意見をあんまり聞かないっていう、そうういう、ーん。いいことなのか悪いことなのか、まあ、俺はいいことだと思ってやってますけど、うん。うん。それがね、自信と、人の話を聞かないっていうのはね、ちょっと、うーん。ちょっと違うね。腹と背が一緒、腹と、うん、なんか言葉うん、わかんないけど、うん。うん。表裏一体。うん、表裏一体。ああ、うん。これがね、良くない方に出ていくのは良くないんだけど、それを止める術はないでしょ。うん、なんか、だってそれがさ、いいところでもあるわけだから。まあね。だってほら、それって意志が強いってことでもあるし、うん。ネガティブな言い方すると頑固でしょ？うん。だから表裏一体ってそういうことじゃない？そうですね。うん。あのーやっぱ日本の文化的なところでも人の目を気にするっていうのはあると思うんですよ。うん。でも、ある程度まで突き抜けると、俺ね、ちょっと突き抜けた瞬間があったなと思って。うん。で、そうするとね、誰も何も言ってこなくなるんですよ。おー。なんかね、よっさんだったらうまくいくよって言われることが多くなってて、だろうなんて思っちゃったりなんかして。うんうんうでも、ん。それ逆に危険なんですよね。自分が間違った方向に進んでても、よっさんなら大丈夫って言われたら、そうだよねっつって進んじゃう可能性もあるから。うんそこはね、気をつけているつもりではあるんですけど、うん。うーん。おしゃれに関しても、突っ走ってしまうっていうことはあるでしょうん。う。自分に実はあんまり似合ってない服を、かわいい、これ、私似合ってるわって、周りでは、何あれってなってる可能性だってあるわけじゃないですか。うーん。うそのん。せめぎ合いはやべっすよね。ちょっと考えるだけで気持ち悪くなってきてる。これ。そっか。まあうん。私は本人が、そうやって思えるのが一番いいと思ってるから。そうか。じゃあ、うん。俺のその自信なんか話つながってくるね、これね。うん。人の意見を聞かない。でも人の意見を聞かないとね、やっぱりどうしても言い方が頑固に聞こえちゃうからね、これね。ちょっと良くないね。意志が強い。意志が強い。そうそうそうん。そう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 。うん。まあファッションにう。うん。関してはさ、うん。誰かがしてるファッションが100人いて100人ともいいと思うとかはないと思うから。ないですね。うん。うん。だから、もう本人がね、気持ちいいならそれが一番いいとうん。思います。ユミさんから見て、いろいうん。ろおしゃれな人っていうのは、まあ、その場一回限りだったらわかんないですけど、うん。やっぱりその人のおしゃれって統一性あるなーと思う。それともバラバラだなーっていう、まあ人によって違いますかね、もしかして。ああ。まあ、バラバラの中にも統一性あるなっていうとこですよね。うーん。うん。統一性あるなっていう方もいるし、バラバラな中にも、あ、この人はこういうのが芯に通ってるんだっていう見方ができる方もいるし、うん。俺聞いといてなんですけど、全然分かってないんですよね。何がバラバラなのか、何がと。まあ、一見、うんうん。この前会った時と全然違う格好してるってはい。見えるんだけど、まあ、その人のアイデンティティが共通で、あ、こういうところに宿ってるんだな、みたいな。ああ。うん。
ユミさんのファッションはどうなんですか？ご自分で主観でしょうけども、統一性はある？私統一性か。うん、まあ、ファスナーとか、まあ、ご自分で作ってらっしゃるからね。やっうんうん。ぱり自分の思考っていうのは乗っちゃうでしょうけど、ファスナーとポケット、私はカジュアルですよ。カジュアル。カジュアルな人です。うん。確かにカジュアルな人ではあるなと思います。そうあそうその、ユミさん、10代の頃はパンク少女う。だった。うん。パンクそこから少女で。思考がどんどん変わっていく中で、うん。そこでも統一性ってありますか？統一性、それは自分のことになるとわかんないね。あ、そうか。うーやっぱりね、そうだよん。ね。そ俺はう。うん。じゃあ他人のこと、俺の統一性、俺の統一性なんてなんかごめんなさいなんだけど、吉野統一性はやっぱ T シャツじゃないですか。なんか、吉野好きなものにまつわる T シャツを着てるみたいな。統一性っていうか、それしかねえみたいな感じになっちゃうけどそう、なんさ。かそこら前の話に戻るでしょ。アイデうん、ンティティと繋がってっから。そうだね。うん。うん。そうそうそう。本人はそれしかないって言うけど、うん。結果的には吉野ライフスタイルとか、生き方とか、そこに繋がってるわけだから、うん。そう。無意識になんかそこに宿ってるっていうか表現されてるみたいな。ね、まあ、うん。考えてないけどねってところでね。いや、これそうそう。はさ、でも、おしゃれな人はやっぱりおしゃれにすごく気使ってらっしゃるじゃないですか。うんうその人たちの頭の中覗いてみたいね。なんかね。え、ん。うん、それは私も思いますよ。自分すげえ適当だから。嘘適当なの？本当に、はい。もうずじゃあ、っと同じもの着てるし。ユミさん適当っつうんだったら、俺は何のカテゴリーに入るのよ。いや、でもね、本当に、うん。あの、同業者っていうか、アーティスト友達とか、経営者の知り合いの方とか、まあ、みんなおしゃれなんで、普段からってことですね、それはね。そう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 そじゃあ、ユミさんは、まあ、T シャツ、今着てるみたいな T シャツとか、う。もう私、っていう。スティーブ・ジョブズ派なんで、いつも同じ格好してるから。ああ、はいはいはい。うん。えそう。基本ね。うん。なるほど。じゃあ、ユミさんは大きな枠で言ったら俺と一緒ってことか。一緒。今ちょっと否定されるかと思って、ちょっとあえて言ったんだけど、一緒って言われちゃったよ。マジか、いやいや、そっか。でもうん、一緒じゃない、大きな枠で言ったら。うん。うん。なんか、そうそうそ恐縮です。すいませんう。でした。なんか変な質問してた俺。あ、そう、じゃあ、おしゃれ、じゃあ、一言で。はい。俺は無理だからね。おしゃれとは？ちょっと待って、それ何？ちょっと待って、難しいよ、それ。どうしようどうしよう。でも、ユミさんにとっておしゃれとは、なんだ？うーん。日常、茶飯事？うーん。茶飯事はこの使ってない。前のそのアイデンティティとかとつながああ、るとこありますけどね。なんかその人の内面が、うんうん。こう自然にこう出て身にまとってるみたいな。まあなんか空気感も含めたものって感じですよ、私は。にとっては、おしゃそっか、れって。じゃあ、うん。数値化できないね、これは。そう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 。これは無理だな。これ一言でって言っちゃったけども。うーうん。これは無ん。理だな、これは。まあ、その人がまとってる空気みたいな感じかな。どんどん難しくなっていくね。うん、でも本当に、その、映画の浅野忠信さんを見た時のあの感じなんですよね、私の中では。本当に空気感なんですよ。空気感っていうのはそれは雰囲気ってことでいいですか？だから雰囲気っていうと薄っぺらく感じません？そで、なんかオーラとか言うとなんか違うな、みたいな。う。うん。オーラはね、ちょっと行き過ぎな気がする。そうなんですよ。なんかちょっと適切じゃない感がすごいので。確かに空気感っていい言葉はいいと思うーう。ん。いろんなものを網羅できる、なんか全然こう指定してないけど、きでも聞く人によって感覚違うかもしれないですよ、空気感っていうのは。うーん。うーん、わかった。じゃあうん、一言で言ったらおしゃれとは空気感であると。空気感だと思います。だってほら、ミュージシャンの方とか見てみ、もうなんか空気感じゃん。ああ、確かに。岡本龍一先生とかさ、もうなんかとにかくおしゃれじゃない？ブルーハーツの彼。ヒロトさん。うん、小そうそう。本ヒロト。うはい。ん。彼もまあ空気感って言ったら、もうすごいうー独特ですよん。ね。そうああ、そうそう。そういうことか。T シャツと、彼も T シャツとジーパンですもんね、通常は。そうね、ブラックデニム
うん。で、革ジャンで白い T シャツみたいな。まあ、あと、尾崎豊とか。うーん。空気感あるよね、彼は。そうそうそう。そうです、そうです。うーん。でも、本当の自分かどうかっていうのは、表に出してる自分じゃないですか。まあ、う役者さんとか、ん。役者さんは役になりきってその空気感をまとうので、うん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 。うん。本来はちょっとだいぶ雰囲気違かったりとか、うーん。しちゃう時もあるでしょうーう。そん。の空気感を役者の人ってすごいね。まあ、そうだね。空気感変わっちゃうんだから。うーん。役に入って変わりますからね。ねえ、本当にそあ、そう、私は、アマチュアの劇団の衣装を5年くらいやってたので、それも大きかったかもね。そのう。う役にん。入っていく人を見てるから、うん、そっかそっか。それも大きいかもしんない。なんか人が表現できるものっていうのをはい。別の形で見てきたっていうか。うん。うん。なるほどね。いや、でも、なかなかうん。難しいテーマだったんですけど、これは皆さんが考えるおしゃれっていうのは何かっていうのもちょっと聞きたいところではありますね。うん。あ、そううん。で、私が言いたいことっていうか、はいはい。なんだろうな、俳優さんとかミュージシャンの方とかが特別だから空気感あるよねとかそういうことじゃなくって、うん。皆さんも無意識にそういうの出してるよっていうところが言いたかったでうす。まあ、吉ん。野の話も例に出しましたけど、うん。それぞれあると思うんですよ。はいはいはいはうん。そうそうそい。いや、確かにさ、まあ、とある有名な俳優さんも豪う。語のうん。皆さんだったりするので、うん。うん。うん。その彼が沖縄にこの、よそ会いたいですっうん。て来てくれた時があっうん。たわけ。うん。うん。会った時に何のオーラも感じなかったからね、俺ね。そこで。ああ、まあ、オフだうん。からっていうのもあるかもね。そう、完全にオフしうてました、ん。彼。うん。うん。で、その後、まあ、実は見たことはあったんだけど、まあ、その映画とうん。かでは見たことあうん。ったんですけど、その彼だっていうのは知らなくて、う改めてそん。の彼が出ているその映画とか見たら、全然違うの、う雰囲気。ん。すげえオーラ出てるよ、この人っていうう感じ。すごん。い。だそからあれはね、こは、やっぱりスイッチがすごいでうん。すね。オンオフですね。ねえ、すごいわ。うん。うん。うん。まあね、なんか、アンケートで聞いてみる？アンケート、まあまあ、ご自由にね、何かこの思いがあるんであれば、ちょっと質問でもいいですよ。おしゃれに関してのことコメント。とかね。うん。コメントください。コメントといえば、なんか集計結果出たんでしょ？あ、忘れてましたね。やっぱりね。冒頭で話さなきゃって言ってたんですけど。いつになったら話すのかなってずっと思ってました、俺。すいません。うん、まあまあ、あるある、おしゃれアレルギーあるあるだ。じゃあね、そうそうそう、よしゆみあるあるだな。そうです。ユシユミあるある。ずいぶん前にですね、うん。投票機能を使いまして、うん。質問させていただいたんですよ、皆さんに。何をします？それで、2泊以上の旅うん。行で荷はい。物はっていう質問なんです。で、うん。そのエピソードのタイトルは、旅行での荷物多い派、少ない派ってはい。いううん。ありましたね、ものだったんそんな話。ですけど、はい。で、この荷物はの答えが多くなりがちと少ないっていう二択だったんですけど、うん。100%で多くなりがちでした。あ、女性でしょ、多分ね。ああ、でもそこのアンケートかな。の中身はわかんないけども。うーいや、ん。多くなってしまうね。うーん。うん。一泊でもスーツケース持ってくる人とかもいるし。あ、ユミさんもそうなんだ。うん。う私、ーん、それ何が入ってるんですか？エッセンシャルアイテム。あまあ、シャンプーとかいるじゃん。あー。笑われちゃった。ねえ。うースキンケん。ア用品とか。あ、スキンケア、まあ俺スキンケアしないからね。そういうとこで、ろだよね、やっぱりね。メイクと、うん。あと、服、下着。下着ね。うん。一日だけでしょ、でも。うん。なんでスーツケースになるのじゃ。うん。今のアイテム聞いただけでは、うん。スーツケースまでいかないよ、俺の中では。ああ、なんか、スーツケースの方が重くなくて楽だから。スーツケースの方重いよ。何言ってんの？リュック大変じゃん。そういう考え方ね。うん。じゃあ重くなるっていう人が多いか。っていうことか。ありがとうございました、皆さんご協力。俺とは多分、うん、皆さん違うんだな。うん。だって俺一週間、この間、結局ね、岐阜にうん、も立ち寄うん、らせていただいたのが、うん、一週間、10日ぐらいかな、うん、うん、トータルで。
10周年記念も含めて。うん。トータル10日間、うん。リュック一つですよ。やばい。それはおかしい。それはそれでおかしいのか。うちの兄と気が合いそうですね。合うね。うん。お兄ちゃん2週間一緒にカナダとアメリカ行ったけど、リュック一つ、しかもめっちゃちっちゃいの。でしょわかる。うん。なんなら俺ポーチとかでも大丈夫だもん。うん、なんかそんな感じだった。うん。うん。パンツはダイソーで買えばいいでしょ。もしね、必要だったらね。うん、うん、うん、うん。うん。パンツ俺あの時3日分をぐるぐる回してました。ぐるぐるちゃんと洗ってたよ。洗ってました。T シャツも3日分でしょう。ジーンズはうん、1つだけでした。うん、うん、うん、うん。うん。まあ、途中で1回洗ってますけど、うん。うん。まあ、なんでそんなに重くなるのっていう顔されしてる。そうそう、そういう顔です、今俺。わかんねえと思って。うん、私もわかんねえ。そっか。よでもまあ、しに対してわかんねえ。うあ、ん。そうか。なんでそんな軽いんだって。マジか。まあ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 うん。まあまあまあ。まあ、うん。男性、女性の差っていうのはありますよ、これは大きく。うーん。心配になっちゃうんだよね。うーん。でも私、あれだよ。この前の台湾の時、初めてリュックで行っおう、おう、おう。て、あ、行けたと思ったもでしょ？ん。うん。チャレンジしようよ。みんな、聞いてる人。機内持ち込みで初めて旅行行きましたよ。あ、はい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 。俺、機うん。内持ち込み、荷物預けっていうのは、もしかして人生で一回もやったことないかもしれない、それ。うーん。うん。はい。うん。はい。まあ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 、人それまあぞれですね。まあまあまあ、人それぞれってことで。でも、軽けりゃいいとか、そういう問題じゃないですかね。なんか、俺なんか、ディスられてんな。いや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 。いや、でもね、100%重いっていうのが分かったんで、もう俺はもう、納得しました。ありがとうございました。協力ありがとうございました。はい、ありがとうございました。えっと、じゃあ今日は特に、おしゃれについて何か思うことがあればね、ぜひコメントなあ、り、そうですね。アンケートはないんですけど、うん、コメントよかったらくですね。はい。ださい。はい。うん。では、今週はい。はここで終はい。わりたいと思いまありがとうす。ございました。はい、ありがとうございましで、また。た来週。はい、ましさよなた。ら。